日本でも韓国ドラマのブームがまたもや押し寄せており、イケメンな俳優さん、綺麗な女優さんがとても多く、ドラマ自体にハマるだけでなく、出演者の方に憧れたりしますよね。そんな韓国ドラマで、一時期はよく目にしていたのに、最近のドラマではめっきり見なくなったなぁということがあります。そこで今回は消えたと言われている韓国俳優さんを詳しく調べてみました。消えた韓国俳優。それでは、早速消えたと言われている韓国俳優4名の経歴や、現在の様子について見ていきましょう。オムテウン。1997年の映画、呆れた男たちでデビューした俳優さんですが、タレント、歌手でもある実子のオム・ジョンファさんも、韓国では人気のある方で、オム・テウンさんは、デビューして、しばらくは、オム・ジョンファの弟という印象が、非常に強く広がりました。その後、映画を中心に出演し、2005年復活で見事に主演を演じきり、KBS 演技大賞にて優秀男優演技賞、ベストカップル賞を手にし、俳優オム・テウンと印象を塗り替えたのです。プライベートでは、2013年にバレリーナのユン・ヘジンさんと結婚、同年には娘さんが誕生しています。結婚後も映画に、ドラマ、さらに教育番組にも出演され、良きパパとしていろんな世代に愛されてきました。このように、公私ともに順風満帆だったにもかかわらず、2016年に事件が起きてしまうのです。事件の内容は、マッサージ店で、オム・テウンさんが従業員に性的な暴力を加え、その従業員から訴えられ、裁判の末、性的な暴力ではなく売春という判決が下され、罰金100万ウォン、日本円で約10万円が課せられました。この事件をきっかけに、オム・テウンさんは活動を自粛し、表舞台から姿を消すことに。では、現在のオム・テウンさんはどうしているのでしょうか？実は、2022年に映画最後の宿題に出演することが分かり、すでにクランクインしているとのことで、公開が待ち遠しいですね。さらに、インスタグラムも再開しており、久々にオム・テウンさんの今を知ることができるのです。事件のことは許しがたい事実ではありますが、反省をし、自粛していた俳優オム・テウンがどんな演技をするのか期待が膨らみます。イ・ソウォン。オーディションを勝ち抜き、ドラマキリでデビューし、チ・ヒョヌさんが演じたイスインの少年時代を演じ、大ヒットドラマ、彼女は嘘を愛しすぎているで、ベーシストの役も演じて人気を集めます。2016年11月から音楽番組の MC として活動を広げ、この音楽番組は事務所の先輩ソン・ジュンギさんやパク・ボゴムさんに続いての起用に。そのため、イ・ソウォンさんのファンはもちろん、ソン・ジュンギさんとパク・ボゴムさんのファンも、イ・ソウォンさんのことを応援していました。ところが、人気絶頂の最中、2018年4月に事件を起こし、相手から訴えられたのですが、イ・ソウォンさんはなぜ、訴えられてしまったのでしょうか？それは、2018年4月に、一緒にお酒を飲んでいた女性芸能人の身体を触り、女性は、助けを求めるため、恋人に電話をかけ、駆けつけた恋人に凶器を使い落としたため、女性から訴えられたのです。その後、強制わいせつ、脅迫罪で裁判が始まりましたが、第4回目の公判前に軍に入隊したため、公判は延期となり逃げたのではと世間は噂しました。事務所側は、解決後に入隊を予定していたが、兵務庁から入隊延期の理由にはならないと急遽、入隊したと発表されます。事件が発覚してから、すべての番組、中盤まで撮影を終えていたドラマを降板となり、ファンからも怒りの声が多数上がり、応援してくれていたイ・ソウォンさんの先輩のファンまでも裏切られた気持ちを SNS などに上げました。イ・ソウォンさんは、どんな罰でも受け入れますと話し、反省の絵を見せていますが、除隊後もどこの事務所とも契約していないようで、芸能界への復帰は難しいかもしれません。
ヒョンジュン。2005年に WS501 リーダーとしてデビュー後、2007年には日本でもデビューし、韓国でも日本でもデビュー当時から爆発的な人気でした。個人的な感想を言うと、とてもイケメンで、角度によっては元ジャニーズの方によく似ていますね。日本でもドラマ化された花より団子を韓国リメイクした際、F4 の一人ユンジフ、花沢類役で役者デビューも果たしています。撮影中、過密スケジュールとストレスなどにより体調を崩したこともありましたが、無事にクランクアップしたというエピソードも。そんなキム・ヒョンジュンさんですが、バイクに乗っている時に事故に遭ったり、事務所の単独移籍など、音楽活動以外でもメディアを騒がせ、ファンを心配させてしまうことが続いてしまいました。しかし、怪我から復帰した後は、韓国と日本でソロデビューし、セカンドシングルでも、オリコンチャートで2週連続1位を獲得するなど、その人気ぶりは、とどまることを知りません。東日本大震災の時には、個人で1億ウォン、日本円で約1000万円を寄付をしたり、社会貢献にも積極的に参加してきました。ですが、歌手として順調にスタートしていた時、キム・ヒョンジュンさんの最大の事件が起こります。2015年になってから、2014年に、キム・ヒョンジュンさんの恋人に暴力を振るって流産させたということがメディアに報道されたのです。報道された時には、すでに、キム・ヒョンジュンさんが慰謝料として6億ウォン、日本円で約6000万円を支払い、告訴は取り下げられました。しかし、事件後、2014年の年末に、キム・ヒョンジュンさんと慰謝料をもらった恋人は、2人で旅行に出かけ、その際、妊娠したのをきっかけに、再びキム・ヒョンジュンさんを訴えたのです。そして、過去に起きた暴行と、その際、2回流産していること、中絶もさせられたことに対する精神的苦痛を訴えられ、慰謝料を請求されていることが、メディアに大きく取り上げられました。告訴は、以前取り下げているにもかかわらず、なぜ再び訴えたのでしょう。そのことについては、本人からは何も語られていないため、憶測が飛び交っていました。恋人の5回の妊娠について調査した結果、2回は、キム・ヒョンジュンさんと付き合う前の妊娠で、キム・ヒョンジュンさんには関係のない妊娠であり、2回は妊娠しているという嘘だったことが判明します。5回目の妊娠は、実際に妊娠していることが証明されていますが、今度は本当にキム・ヒョンジュンさんの子供なのかという疑問が出てきたのです。虚偽の訴えをした恋人には、裁判でメディアに嘘を話し、キム・ヒョンジュンさんの名誉を傷つけた、そして詐欺行為に値するとして、賠償金の支払いを命じ、実刑が確定に。泥沼化した妊娠騒動ですが、4年の歳月をかけて、真実がはっきりとしました。裁判が始まった時、恋人が妊娠していましたが、出産後、DNA 検査を行い、その結果、キム・ヒョンジュンさんの子供と判明し、子供には会えないができる限りのことをしたいと、お子さんへの気持ちを語りました。その後、キム・ヒョンジュンさんは、芸能活動をやめ、徴海兵として約20ヶ月を過ごし、時間が止まるその時で芸能界復帰され、2020年には音楽活動も再開しています。そして、2022年に開かれたライブで、結婚の報告をファンへ行い、お相手は、一般の方で辛い時期を一緒に乗り越えてくれた女性のようです。これからは、輝かしい未来が始まるようですね。リュシウォン。リュシウォンさんは、日本で韓流ブームを巻き起こした世代の一人で、美しき日々に出演され、日本に何度も来日していました。1994年、フィーリングでデビューし、歌手としてもデビューしており、日本では日本レコード大賞大衆賞も獲得され、他にもカーレーシングの国際ライセンスを取得し、レーサーとしても活躍されています。日本のドラマやバラエティにも出演したりして、日本でも有名でした。プライベートでは、2010年に
一般の方と結婚され、2011年には娘さんが生まれていますが、この結婚が活動休止のきっかけになりました。2012年妻が暴行、脅迫でリュシウォンさんを訴えたのです。他にも、リュシウォンさんが妻の行動を監視するため、車に GPS をつけるという追跡行為も訴えに入っていました。リュシウォンさんは、妻の虚偽の内容が含まれていると主張し、最高裁まで持ち込まれましたが、2015年に離婚が成立します。約3年半にわたる泥沼の離婚劇となり、娘さんの親権は元妻に、リュシウォンさんは多額の慰謝料と財産分与を支払いました。この離婚劇が、リュシウォンさんの家柄とイメージの反動で、活動休止をせざるを得なかったのです。活動休止後は、レーシングを続け功績を残し、2020年には、事務所から一般女性と再婚するという発表がありました。お相手は、明るく前向きな女性で、知人を通して知り合い、お付き合いを続けられ、結婚式は、家族や親戚、近しい知人だけで挙げられたそうです。相手の女性が一般の方ということで、顔は公表されていませんが、後ろ姿だけでも、きっと素敵な人なのだろうと思います。お二人が、末永く幸福な時間を重ねていけるといいですね。まとめ。いろいろな事件や理由で芸能界を休止したり引退したりとありますが、今までのイメージが華々しいものだったが、故にマイナスのイメージが衝撃的すぎたのでしょう。人を傷つけることは、どんな立場の人でも絶対にしてはならないと思いますし、自分のためにも良いことではないということを知っていてほしいです。本人も辛かった時期もあったと思いますが、ぜひ、心と身体を大切にし、根が湧くば、また、テレビで活躍する姿が見たいですね。